い、これが肉大です。はい、いらっしゃい。うどんとおむすびとかお寿司って炭水化物の組み合わせじゃないですか。で香川県で高血圧が多かったり糖尿病が多かったり毎日食べるものだから、少しでも体にバランスのいいものを取ってほしいっていうので。はい、ありがとう。はい、どうぞ。うどんを売るよりも気持ちを売る。週に10回これ食べる。はい、いらっしゃい。夏場でもおでんは。こっちの方はね、冬場と違って出方は違いますけど、やっぱりなかったお客さん何人かいますからね。惣菜は何種類ぐらい作られるんですか？ 10種類ぐらいかな。メニューは一切決まってないんで、その日その日で。大体決まったのは付け合わせのスパゲッティぐらいですかね。
うん味。これも前で採れたナスビですから。周りがね農家の人多いでしょ。結構野菜くれるんですよ。くれるもの何でもいただきますと言ってもらうから。一皿60円ですか、はい、小鉢が。小鉢前は50円だって10円だから。食べるものはないから。
かみさんのです。愛媛の方からもよく買いに来るんですよ。冬場はだいたい100リッターこれ満タンに使うんですけどね。多い時で1日うどん何杯ぐらい出てたんですか？ああ、それは1000人は行きましたよ。途中で麺なしになりましたからいうどんピークの時はそんな時が多かったな。今だったら半分がラーメンになってますからね。釜揚げとかぶっかけのぬくいやつとかね、これは濃い口です。これは折りません。使います。一度出汁を取った。そうです。だからお客さんに提供するにはほんまパック代だけ100円程度でね、お出汁に使ったやつですよいうことで出してますからね。オーブンで焼いてカリカリにして佃煮したらすごい食感になるんですよね。これだけの処理が出ます。16種類か、でも20種類ぐらいかな。
メニューの数がもうすごい多いなって思ったんですけど、もう徐々に徐々にね、もともと私洋食と中華の出やからメニューもそういう調理物がうちセルフなんですけど調理物がほとんど出るんですよ。この大きかった包丁がこの小さいになるんですよ。このぐらいあったかな、高さもこのぐらいあったかな。30年使うとるから。始めたのね。そう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 。だから27年前、三豊市の美濃町で一番最初始めたんですけど、その後1年半ぐらいにここにお店を出して、今はもうここだけでやってます。店長さんと2人でずっともう、もう親といるより長いもんね20数年前はセルフっていうのをお客様にまず覚えてもらうっていうのがすごく大変だった。お客さんに自分で持って行ってくださいって言うとすごく怒られました。なんで持っていかなくちゃいけないんだので、それが最初は大変でしたけど、まあ、お店の看板メニューになるものを何か作らないといけないっていうのが店長の考えだったんで、まあ、そこでもうオリジナルのわがままうどんとあともうホルモンうどんときっかけはもう津山さんのB 級グルメのそう向こうは焼きやからうちは焼かないやつをちょっと作ってみようかなっていうのが始まり、これ始めて10年なるかな。もう持たないといけないし、やっぱり調理に手間もかかるからスタッフの人数もかかるんで大変なんだけど、やっぱ差をつけていくにはやっぱこういうものを作らないと、でお客さんに飽きられないようにするために、これはホルモンを今入ってるんです。もう冬場だったらこれダントツでこれが出るわけですね。これは牛すじうどんでね、牛すじの煮込みにするんです。この分のだしをラーメンに使います。炒めた方がさっきの水分が飛んでまろやかになるんです。お腹熱い分これちっちゃいバージョン巻きと半熟卵です。おはようございます。
すびとね、鶏天です。もうわがままうどんとホルモンうどん、もしくはラーメンでしたら一番はもうホルモンラーメンになりますね。ここに載ってないメニュー、お客さんが作るメニューっていうのもあるんで、自分たちの食べたいメニューをここで言ってくれるんですよ。できる限りのことはして出してあげる。種類はたくさんあるかと思います。なんでお惣菜があるかっていうと、基本的にうどんとおむすびとかお寿司って炭水化物の組み合わせじゃないですか。で香川県で高血圧が多かったり糖尿病が多かったり毎日食べるものだから、少しでも体にバランスのいいものをとってほしいっていうのでお惣菜とかを増やして今売ってますけど。はい、今日です。はい。お出しになりますのでね。どうぞ。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。ホルモンラーメンもはい。ホルモンラーメンはいな。はい、お持ちしますのでね、お会計の方お願いします。ホルモンだ。はい、どうぞ。はい。
さあ現在のこちらは東京在岸の様子なんですが、肉うどんですか。肉の2玉。肉小。肉小ですか。はい。はい、これが肉大です。肉の小です。はい。肉小わがまま中。はい、肉小わがまま中。ここで待ってちょっと待ってね。レジの方にはい。ピアのショート。これ冷やし中華大です。レジで。あとかけそば大。冷やし中華のショー。ピリ辛の小。あとピリ辛ショー。かけのショーショー。わがまま中華。はい、冷や中華の大。はい、これもいいぞ。ピリ辛ショーここで待って。こちらピリ辛です。はい、わがままのこちら。ありがとうね。はい、ピリ辛。ピリ辛うどんはどちらかな。はい、ありがとう。はい、あと3名さんな。はい。これ使ってオムライスのお味はいかがですか？よろしいですか？はい、ぶっかけ冷や小です。はいな。のでね、こちらがぶっかけ小です。はい、あと1名さんな。はい、いらっしゃい。ぶっかけ冷やの中。はい、ぶっかけ冷や小です。ホルモンうどん中行きます。ホルモンうどん中行きます。はい、ホルモン中な。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ごめん。はい、お待たせしました。ピリ辛のショー。トッピングです。ピリ辛ショー、ホルモントッピング。でちゃん。ピリ辛中で。あとピリ辛中。はい。こちらこそどうぞ。はい、どうぞ。で大丈夫です。いきますね。はい。はい、お待たせな。はい、こちら中になります。ピリ辛の中のちょっと硬め。ピリ辛中でちょっと辛めで。これとこれの組み合わせが最高。ピリ辛のちょっと辛めとチキンカツ。週に10回これ食べる。週に10回ですか？これが食べたことない。夏でも冬でも。もう一個ぶっかけ冷や中な。はい、ごめんなさい、ぶっかけの方お待たせね。もうできるけど待ってね。はい、はい、お待たせ。ピリ辛大です。そばな。肉そ
そのままはーい。はい、熱いですよ。ね。醤油ラーメン小、細はいネギなし。わがまま中です。あとは、はい。醤油ラーメンのお部屋の中でございますよ。これも違う。ですね。はい、お待たせ、小です。こちらかけ中になります。今日は2人とも何を頼まれたんですか？かけうどん。うどんのお味はいかがですか？最高ですね。味噌バターラーメンの味噌バターラーメン大醤油ラーメンのはい。醤油で。はい、味噌バタと醤油ね。お願いします。またネギなし。いいなしな。はい。はい。どうぞ。大根ね。これはネギありな。ネギあり。はい、どうも。お店はよく来られるんですか？そうですね。今日頼まれたのは何になるんですか？味噌バターラーメンです。ラーメンが多いですね。ホルモンラーメンとか。うどん屋さんでラーメン食べれるのってなかなかないじゃないですか。はい、いらっしゃいませ。はい。はい、こちら醤油。はい。はい、お待たせ。はい。はい、お待たせです。どうぞ。ぶっかけのシャワー。はい、ぶっかけ醤冷やで。冷やで。ぶっかけ醤冷たい。冷たいの。ぶっかけ冷や醤。2週に1回か2回は寄りますね。好きなメニューがあるんで今はちょっと暑いんでぶっかけが多いですね。冬場になるとちょっと辛いのが欲しい、ピリ辛みたいなそういうのが欲しいんでよくそれ頼みます。うどんのお味はいかがですか？美味しいですよ。お父さんの肉ちょっとお待ちくださいね。ありがとう。赤いた頼みます、そこ。はい、お待たせ中になりますのでね、肉中。ありがとう。はい熱いですよ。はい、どうぞ。肉ですか。はい。ありがとう。はい、お待たせ肉そうです。しておきますね。はい、お待たせざるだいね。お待たせしました。卵つきいきましょうか。はいはい。お母さんラーメン行こうか。はい、行きます。
最初の方。はい、お待たせ。はい、いけますよ。はい、いけますよ。2つ。2個入りのがない、1個入り。はいはい。はい、いらっしゃいませ。はい、お待たせ、肉中ね。冷やかけ大ね。はい、ありがとう。はい、お待たせしました。冷やかけ大ね。はい。おでんは何を取られたの？筋と天ぷら。もうこればっかり。切るから熱いけんな。ちょっと力つけないから。お店にはよく来られるんですか？こっちの方仕事来た時は、ここが一番多いかな。店員さんもハキハキそうで早いし。何しようかね。はい、ありがとう。ちょっと減ったで、じゃがいもと玉ねぎを炒めて、それからまた3日、7日目に全部仕上がってできる。その当時はもう朝4時半に出てきて夜が11時過ぎぐらいまで仕事しちゃった。その間に団子を丸めたりしてね。昔は湧き水を汲みに行きよったんですよ。ポリタン持ってね。またきついです。おいくつなんですか73か4どっちか忘れた。病欠で休んだこと一度もないし、ここでおる時も股関節が痛くてギブス巻いて仕事してましたよ。もともとはまかないから始まったメニューにはなるんですけど、きつねうどんも食べたい、わかめうどんも食べたい、で肉うどんも食べたいし、月見も食べたい、でその時にも全部乗せてしまえというので出来上がったメニューにはなります。だからわがまま。そうそう、わがままなやつやなと言われて作ったメニューが。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。僕の倍、3倍は作るね。だからもう家族揃って来れるように店長と私はお店を
うどん屋のファミレスにしたいと思ってて、日曜日はもういろんなものを準備してないと全く足りなくなります。そうですよね、オムライスもチャーハンもあって、そう、子供向けにと思って作ったんだけど、結局食べてるのは男の人の方が多いです私の実家がもともと建設会社で、私も家で建設会社の手伝いやって、トラック乗ったり大工さんと一緒に木材加工したりとかやってたんですよ。飲食店っていう商売自体をやったことがなかったので、本当に今の店長さんとか、もう今働いてるスタッフと会わなければ多分絶対ここまでやってこれなかったと思う。本当に人には恵まれてきたんじゃないかなとは思います。子供さんからお年寄りまで来れるようなお店にしたい。ね、やっと地元にも馴染めてね、受け入れてもらってお客様もついてきてるので、今まで通り味を落とさないようにこのまま続けていければいいなとは思ってます。もともとのモットーはうどんを売るよりも気持ちを売るっていうのをモットーにやってます。これからもやり続けます